どうもエナジー福田です。今回はバス釣りでよく使われているフロロライン。この中でスレに対する強度が一番強いのはどれなのか検証していきたいと思います。今回使うフロロラインなんですけど、こちらダイワのモンスターブレイブ Z、同じくダイワのバス X、サンラインのシューター FC スナイパー、山陽ナイロンの GTR カモフラフロロ、シーガーの R18 フロロリミテッド。これがフロロラインの中で一番売れてる人気がある商品だったと思います。同じくシーガーのフロロマイスターですね。今回検証するラインはそんな感じで、一応人気でよく使われているフロロラインを選びました。これ以外にもリクエスト等あれば下のコメントで教えてください。コメントが多いラインは次からの検証で入れさせていただきたいと思います。検証方法なんですけど、まずラインをこの 500ml のペットボトルに結びつけます。そしてこの棒ヤスリにこすりつけて何回で切れるのか、こんな感じでラインをここからここまで引っ張るのを1と123という感じでカウントしていきます。で、実際に木とか岩を取ってきてそれでやろうかなと思ってたんですけど、表面がデコボコしてて当たりに差が出てしまって、簡単に切れる時と全然切れない時とばらつきがあったんですよね。今回は均一に検証できて、そんな時間がかからない粗めのヤスリにしました。どちらかというと硬いものに擦れる時の強度チェックになるんじゃないかなと思います。ではまずシーガーフロロマイスターから実験していきたいと思います。まずラインを出してペットボトルに結びつけます。はい、こんな感じです。そして片方の手でこのヤスリを持ち、ちょっと見えづらいのはご了承ください。ヤスリにラインを当てていきます。1回2回、フロロマイスター2回で切れちゃいました。断面を見ていきたいと思います。まずはフロロマイスターですね。1回目、はい、こんな感じでした。先端の方が伸びきって癖がついちゃってる感じがします。2回目はこれで先端若干チュルンとなってるかなという感じです。こちら3回目で結構粘っていたのがわかるんじゃないでしょうか。次はバス X フロロとやっていきます。1回2回3回4回5回6回7回7回目で切れました。結構粘り強かったですね。5回目あたりでちょっとささくれ出始めてたんですけど、そこから2回こすることができました。まず最初先端粘ってくれてる感じがします。次2回目粘ってる気配がちょっとないかなという感じです。これが3回目で10回まで耐えてくれた先端です。次は FC スナイパーですね。ちょっと今気づいたんですけど、他のは16ポンドで 0.33mm なんですけど、 FC スナイパーだけ 0.35mm と他より 0.02mm 太くなってます。やっていきます。1回2回3回4回5回6回7回8回9回で切れました。これ6回目あたりからかなりささくれててそろそろかなと思ったんですけど、意外と粘ってくれてつながりました。1回目結構耐えてくれた方じゃないかなと思います。結構この辺がささくれてるけど、そこでは切れずこっちで切れた感じです。これが2回目で、これが3回目ですね。途中このささくれが危ないかなと思ったんですけど、結構耐えてくれました。次は GTR カモフラフロロ、GTR ウルトラすごいんで、これもすごいんじゃないかなとちょっと予想です。ラインの色は透明感がない青色です。では1回目2回目3回目4回目5回目6回目7回目8回目8回目で切れました。これも 5,6 回あたりでささくれがひどくなってきてますね。これが1回目頑張って粘ってくれたおかげか、ラインがちょっとくねっとなっちゃいました。2回目これが記録級で12回、さっきと比べて全然くねっとなってないっていうところと、この先端がギリギリまで耐えてくれた証拠なんかなという感じです。3回目なぜか3回で切れてしまいました。切れた時片方がこういう感じでくるっとなっちゃってるのがちょっと気になるところです。次はダイワのモンスターブレイブ Z です。ハードタイプと書いてあるんでちょっとどうなのか気になります。こういう取り出し口になってるんですね。ちょっとずつ使うのも使いやすそう。触った感じハードタイプとは書いてあったんですけど、 FC スナイパーの方が結ぶ時にはカタカタかなと思います。やっていきます。1回2回3回4回
5回。6回。あ、6回で切れました。1回目がこちらです。ちょっと左側がクレッと先端がささくれています。2回目ですね。これがなんと2回で切れちゃいました。で、こっち側見てもらうと分かるように、これ引っ張っても取れはしないんですけど、真ん中から半分に断裂してるような感じですね。もしかしたらヤスリの当たり方がめちゃくちゃ悪かったのかもしれません。はい。こういう感じで全体的に真ん中が真っ二つにささくれている。そういう感じですね。3回目は断面的には悪くないんですけど、ささくれてからが早いのかなという感じがします。シーガーの R18 フロロリミテッド、これが一番使ってる人多いと思うんで、強くあってほしいですよね。ではやっていきます。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回。あ、8回で切れました。1回目がささくれになる前に削れていくような感じがしてました。2回目です。ここに1つささくれができてるんですけど、先端が限界で切れたのかなという感じです。3回目、記録級で12回まで持ちこたえてくれました。1つね、ささくれができてるんですけど、全体的なささくれはそんなないかなという感じです。スレ強度テスト終わりました。で、それぞれの平均値がどれぐらいだったのか。まずフロロマイスター2回、6回、6回だったので、平均値が 4.6 回、バス X が7回、4回、10回、平均が7回になります。で、FC スナイパー9回、7回、7回で平均が 7.6、結構高いですね。で、次に GTR フロロが8回、12回、3回、平均が 7.6 になりました。で、次にモンスターブレイブ Z6 回、2回、3回となって、平均が 3.6 回となってしまいました。 R18 フロロ、これが8回、7回、12回と平均が9回となりました。実際釣りをしながら擦れるとまた変わった結果になるとは思うんですけど、今回の検証データ的に一番スレ強度が強かったのは R18 フロロでした。これが平均値が9と一番高いし、そんなにねブレがないんですよね。なのでラインがおそらく均等になってるんじゃないかなと予想されます。その次が FC スナイパーと GTR フロロが平均値は同じ 7.6 と一緒ぐらいなんですけど、 GTR フロロが一番強い12も出しつつ3があって、ちょっとばらつきが気になったなという感じで、FC スナイパー若干硬さと太いんですけどばらつきがないんで、どっちかというと FC スナイパーかなという感じになりました。で、コスパ最強部門ですね。これはバス X が平均7、ちょっとブレは大きいんですけど、バス X の方がいいかなと思いました。ということで、また次回の検証のリクエスト等あればお気軽に下のコメントでよろしくお願いします。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。